新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず昨日の米国の ETF のフローはまだほとんど公開されてませんけども、現時点では全体で若干のプラスとなっています。グレースケールの流出が収まっているのと、ビットワイズもプラスになってまして、連日の流出傾向から回復が見られます。イーサの方も現時点では若干のプラスですね。香港は未だ更新なしとなっています。ビットコインの価格は現在93,800ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米 SP ケースシラー住宅価格、中国の PMI などがありました。市場では円高が警戒されるもですね、ドル円は未だ157円台となっています。米市場開場後は米株各指数続落となってるんですけども、ビットコインはその前に一時96,000ドル台回帰となってまして、その後も価格を維持しています。あと個別株の方ではマイクロストラテジーの下落幅が話題になってますね。株価は300ドルを割ってまして、ATH からマイナス 46% となったのが注目されています。ビットコインよりもパフォーマンスが良かった分、下落幅も大きくなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 3.53%、額としては562億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.9%、バイナスミはロングが 65.1% と上襟になっています。今後の指標としては、本日1月1日が米市場の休場、1月2日が米新規失業保険申請係数、米 PMI12 月の確保値、1月4日に米 ISM 製造業景気指数12月などが控えております。他各所の見解では、中国などの米ドル脱却運動に対抗するために、米国のビットコイン準備期案は必要不可欠だと。トランプ氏の単なる仮想通貨推しの戦略ではない理にかなった戦略なんで、実現する可能性が高いんじゃないかといったような見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想では、年末最終日 ETF、OI ともに状況変化なくですね、上がる要素も少ないんで、上がるにしても米市場の休日明け、年明け以降になるんじゃないかということで、1月1日AM6 時時点のビットコインは昨日の92,074ドルよりも下という予想でした。結果としてはビットコインは米市場開場前に96,000ドル台まで上がりまして、その後米株各指数とともに下がってるんですけども、判定時刻の1月1日 AM6 時点ではまだリードを保ったままですね、93,564ドルということで、昨日の92,074ドルよりも上なんで外れです。新年振り出しスタートですね。はい、続いて本日1月1日は米市場休場日なんで、次の米市場平常日1月3日 AM6 時時点の予想ですね、上にします。OI はあんまり回復してないですけど、年末の利確売りが一息ついて、2日あれば下がった分くらいは戻すかなと思ったんで、上にします。なので1月3日 AM6 時点のビットコインは現在の93,852ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャート的には年足確定が話題になってますけども、時間足では92,000ドルからの底を耐えつつですね、上はブレイクしてトレテンしているように見えます。指標としては1月2日22時半から23時45分にかけて米新規失業保険申請係数、米 PMI などが控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3,350ドル、BTC だっては 0.0357 と。先物の方では OI は全体でマイナス 1.79%、額としては224億ドル相当。比率としては全体ではロングが 56.4%、バイナスミはロングが 82.6% と上襟になっています。イーサ関連の見解では、イーサは2025年に少なくとも 8,000 ドルに達すると。ビットコインよりもイーサのパフォーマンスが上回るというですね、ステノリサーチの見解が注目されています。ドル当てでは昨日とほぼ同水準となってますけども、BTC 当てではビットコインが上がった分若干下がってます。こちらも状況特に回復してませんけども、年明けて BTC 当てでは再度 0.04、ドル当てでは 4,000 ドルの攻防に迎えるのが注目ですね。あとその他の動向では、各 VC が2025年に向けてそれぞれ見解を発表しています。それぞれ注目している分野が違いますけども、 AI ステーブルに寄ってる印象があります。内容としては米国の規制緩和を理由にしているところが多いですね。先日も AI エージェント銘柄のコートを取り上げましたけども、やっぱり市場の注目と重なっているところがあるのかなと思います。あと他ではイーロン・マスクが X のアカウント名をケキウスマキシマスに変更してまして、一応ミームコインに分類されているケキウスが高騰してます。1日でプラス 1000% 超えとなってますね。
時価総額は392位です。またインサイダー疑惑出てますけども、これもいつまで名前が変わってるのか、また名前が戻った後どうなるのか注目ですね。あとアルト関連では韓国で XRP の取引量がビットコインを上回ったのが話題になってます。アップビットのワンダテでは1日の取引量が XRP が 6.3 億ドル、ビットコインが 3.4 億ドルと2倍近くの差があります。XRP は2ドル台キープとなってますね。先日韓国首相の弾劾訴追案可決からですね、韓国方面でビットコインのプレミア取引が出てるのも取り上げましたけども、アルト方面でも取引が活発になってますね。また韓国金でのアルトバブルが出るのか注目です。今日はこんなとこですかね。明日は米市場休みなんで、サプライズがない限りは一般動画はお休みにしたいと思います。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。